キーになるアイテムってチラッて映すのよ。カルディに実はそんなに海外のやつってなくて、フライパン買うのと段ボール作るのそれだけ4万以上かかってるからね。映画の試写会の時に拍手は違ったなってめっちゃ言われて、全員色抜いたもん。グレーディングでどのシーンでも赤が目立ちすぎて、肌を一番目立たせる色ってオレンジとその反対のティール色。面白いストーリーをそのまま面白いですよって言ってもダメやったってことだな。全米をじゃんけんさせた。 Stick a GPS in me. Please! Come on! 動画やと思ったでしょう。大型です。Son of a bitch! いやそうです。いいです。ダメです。はい、今回は世界観編藤井の方向パート2。パート2。まだまだ藤井はこの映画の世界観を作ってるぜってところを皆さんにお届けしないといけないね。確かに今まだ服の話しかしてへんから、まあ服ってすごい大事やけどな、キャストの服装っていうのは映画館を作る上で服ってあれやからね、画面の占有率結構あるからね。ある。酔った時になんか「いやこれユニクロじゃね?」ってなったらすげえシャバくなるなきっと。ユニクロじゃねってあんまならんけどな。ならへんねんけどユニクロ感があるっていうのはなるよ。なるえなるむしろなるわなるんだよなるんだよじゃあなるなるんだよ。藤井が結構グッと入ってくる本当になるから本当になる時はなるらしい。まだ一旦はいはいこのパネルで言うとはいまあこのそれで言うと、もうこれ持ってるところで今ここやな、これなんかこの辺ロケハンぐらいまでやってくるんやな多分、デザインの設計とね、これ作るっていう方とで、いやそれで言うと、服さっきの話あんま言ってなかった。なんか服の色の話あんまやってなかったくない？色の話をしてる。この人はなんか今世界観の色がこの色でやってみたいな、全体の世界観だからもう今回言ったらいいけど全体の世界観の色が、まああれ色ってずっと言ってる。あれ色ね。黄色なのか、このまあ緑の色は結構、そうねダークグリーンをベースにして、初めは結構オレンジの要素もあったから初めはねオレンジ黄色ほぼないような、なんか小物的に最後はないかもね。みたいな、なんかその辺を割と出しながらやってたよ。そうね確かにそれやってたわやってたよな。やってた OK じゃあ行きましょう、いっていうのを含めて世界観色も含めてこう世界観作り込んでいく編。はい一番初めはやっぱオレンジやった気がするのすごいでいつからか黄色とまあそうね。緑になってで壁とかも緑になったからなそれで、緑全部塗って、まあ深い緑って感じやね。なんかこうどっちかっていうと深緑黒い深緑みたいな。俺は結構グレーディングで好きで、そうやったねなんか深緑はまあ色の好みなそう、なんか色の全体感のテイストが、まあウエスタンベースやから、ウエスタンってオレンジないオレンジというかなんかメキシカンっぽい、メキシカンっぽいメキシコの色そうみたいな感じだなそうなんかこれビかにジュアル上で見る色が夕日的なそのね確かに砂漠色みたいなんで、逆にこうシベリアとかって青色やん。シベリアン青色やね。青色や白とかなんかそういうこう色があってでウエスタン系で血統やからウエスタンのこう世界観でなると、まあオレンジない、ベースオレンジなんやけどだからもう使ってるライトは全部暖色暖色でしたね。全部かなり、2800ケルビンとか3000ケルビンとかなんかそんぐらいのやつにして、でそこに対して映えるこれなんや今のハリウッドとかやさティールオレンジっていう、なんかティール色とこのオレンジってこれ肌の色やん。ああそうね。でこの肌を一番目立たせる色ってこのオレンジとその反対のティール色、反対真反対ティール色ティール色っていうのは青っぽい感じそう青っぽいやつっていうのが今だから映画で、まあ、一番それを使ってるなんかマイケル・ベイの映画とかってもうそれのなんかもそうなんや。めちゃくちゃサチュレーション多いみたいなこうサイドが高いみたいなやつの色で、なんかナスそれやったよな多分えナスそれじゃなかったナスナス撮影ナス撮影ナス撮影ナスの撮黄影色オレンジじゃなかったっけどういうこと今回、違うお前は時々違うな。俺はそういうところに専門性がないから踏み込まないよ。わかんない。まあ、黄色オレンジって何やねん。青色やったよなでもライト青色じゃなかったライト違う感じそれあれやろ出てくるし出てくるシーンやろ。夜の夜行アリサが夜行ね、夜行はもうそう俺作ってへん色。夜行は夜行やから夜行は青や。夜行とかあれの話しないのね。アリサがバッてこうドアを開けに行く手前のスコッチシーンスコッチシーン夜はのシーンって青なんや。
それはシンプルに夜のシーンが青い。夜のシーンって青ない。ティールオレンジじゃないの？それティールオレンジとそういやは違う。もう暗い状態でなんかそれでも光が必要やからが青ない。映画のライトみたいな青ない。でまあ、これぐらいのその流度でやってますよっていうことが分かってよかったから、その皆さんにお届けできたよそりゃ。何これ聞いてんの？カットしない。カットしない。カットしないするわけないやん。なんでこれせなあかんの？ティールオレンジのでもそのティールの俺はティールがあんまり好きじゃなくて、ティールをちょっとグリーンに寄せるっていうこうカラーのホイールっていうのがあんねんけど、このなんかカラーってさこうレインボーでなんかこう、たまにあるやんこれフォトショーとかであるやんこのカラーのホイールあれでこれとオレンジとその真反対がティールね。で俺はこのオレンジはこれ肌の色やからこれ変えれんくて、でこれとちょっとグリーンっていうのが結構好きっていう、まあ個人的な好みはかなり好みはあるんやけど、まあだからそういうのをやっぱり映画としてどれがメインカラーになるんかとかよく使うカラーになるんかみたいなところは割と早めに決まってたよな。なぜならそのいわゆるさっきまでできたさムードボードを見てそうムードボードって確かあれファイトクラブファイトクラブですねなんかいろんなやつが何だっけだからやっぱりこの黄色オレンジっぽい、まあ、ムードボードっていう文字は、やっぱその砂漠とかそういうウエスタンのってことやねんな。なんかまあこういうちょっと砂っぽい映像にしたいっていうのがあって、でまあ今いろんな色があるんやけど、まあどっちかというとオレンジ寄りね。でオレンジ寄りだね最近あの時にハマってたやつとか言うと、まあこうインド系のね、インドの映画とか。まあロドリゲスとかタランティーノ系の映画って、まあ、大体オレンジよりメキシカンとかなんかそういうテキサスとかそっち側系の色やね、なんかその辺をこうが、まあ、多分ベースにあって、でそれを多分この実際の小物の色に落とし込んでもらってるっていう、だからなんかこう金が入ったりとかね、で、このキャラクター銀にしたりとかっていうのは多分いろいろあるんやけど、まあこういうのがまあ言ったら映画を構成する、まあ、世界観を作る上でのベースやんな。そう最も前提最も前提の部分、まあ、この中で衣装じゃあどうしていくんやっけみたいなところを割とここを中心に藤井は考えてたっていうところはあるよな、だからこういう色やのになんかレインボーの服着てるとかないもんな、まあ、青い服はないよな。ないそういう意味ですね。ないね。ない青い服は結果なかったな、だからどっちかというとその中から選択するっていうところで、まあ、提案してたし、そこから選ばれていったって感じかな。まあ多分それがない、いわゆるこの映画の色味とかがこういう風な方向だよねっていうのがないと結構最後合わせに行くっていう作業をしに行くときに、この色でそっちにグレーディングしたらなんかあんまり合わんかったなみたいなことが発生するってことやな、服とかなんか青があったらめっちゃ目立つよね。青はマジで目立つ。一人赤いやつおってあれはめちゃくちゃ赤すぎるやつおって俺しかもパンツやろ。あれマジで全員色抜いたもん。もうグレーディングでマジでどのシーンでももう赤が目立ちすぎて、全部色抜いてくすんだ赤に変えて、まあすごいだからそういう意味で言うと衣装ってめちゃめちゃむずいよな、そうね。だからまあ取られて最後アウトプットどうかっていうところからの逆算までできてるとよりいいんやろうけど、まあそれがねしきれない中で頑張って選んだっていうところはあるかもしれない。予算と時間が制限されてる中やからな、まあそれで言うと悪目立ちをしてはいけないっていうことだよね、まずそうね、まあましてやエキストラやったからな。まして悪目立ちをしないようにまず構成全体あれして、でまあおしゃれな映画やったら別に目立ったらいいわけやし、なんかその世界観的にちょっとあると思うんやけど、なんかそこに合うやつやなみたいなのを作るっていうところやね、まあじゃあそれに合わせた小物行動を作って、そうね、まあこれもねやり方としてはさっきの衣装と一緒で、まあそもそもの脚本があってどこでこういうものが映り込むよねとか、まあ実際に触ってるよねっていう、まあその文字で出てこないところまで想像してまあ集める必要はまああったっていう感じで、一つまあ大事だったのがこう前も言ったかもしれんけど、外国っぽい日本っぽくない異世界観みたいなところをどうやって集めるかみたいなところがまあ一つあったと。でまあいろいろこれもどこで買えるんやろう、カルディかなみたいな初めはあったけど、まあカルディに実はそんなになんか本物というか海外のやつってなくて、じゃあどこにあるんやろうっていうのでなんか何やったっけ、麻布のねナショナル麻布ね、ナショナル麻布ねっていうところに、どうやらその、まあ、あの辺りってそのお金持ちの
海外の人がいて、だからほんまに現地のものを買いたいみたいなニーズがあるっぽくて、そういうスーパーがあると。でそこには、例えば海外の洗剤とか、だからそういうのって要は食べ物で海外のものを食べてみたいっていうニーズはあるけど、別に海外の歯磨き粉使いたいとか、海外の洗剤で洗いたいよねみたいなニーズって世の中にないから、そういうものが特に売ってないけど、実際必要なのはそういうインフラの部分も海外だよねっていうのを集める必要があったから、まあ、それをナショナルでこう集めたね。いったな高かったな。高かったやっぱそういうところのポテチはさ、全然700円800円するしさ、全部見たことない。全部見たことない。なんかこう既視感がね、カルディとかやったらあるけど、全然見たことないなんか変な歯ブラシとか歯磨き粉とか。でも見たことないけど、この配色日本じゃないっていう。いやそうやっぱ日本じゃない配色っていうのがやっぱりもう目で分かるもんな。見た瞬間に鮮やか、鮮やか艶やか。すごかったな。高い、ただ高い。でも着てる人もやっぱ海外の人も多かったよね。まあそうね、そういう場所やったからな。一番高かったのカップ麺じゃん。あれは楽天で買ったんか。楽天で買った。あれめっちゃ高なかった。6000円ぐらいで買った。何ヌードルやったっけ。でその撮影終わって2,3個食ったけどバリまずかったよね。しかも日清から出てるの。そう、日清が海外でしか展開してない。トップヌードル。でもそれもだから見つけてどうにか買おうとしたけど、その食品とかは Amazon.com から買えないのよね。そうか、輸入規制入ってんのよね。そうダメっていうのがあって買えなくて、だからどこで買うのっていうのがやっぱ難しかった。だって日本を返すと成分表が日本になっちゃうんだよな。そうそのシール上に課せられる。それがないとあかんねん。それがないとあかんから、もう全部にそれが貼られちゃうから終わりになったんだ。ってことは楽天違法やったんちゃう。あれ違法やったの。ああ確かに。なかったってこと。なかった。お前だから海外でお土産として買ってきたやつをそのまま流しいやそうだからね、当時そう一つやろうとしてたのが、アメリカに住んでいる知人にいろいろ買ってもらってシンプルに箱で送ってもらうっていう。でそれはなんかね、結果やってくれなかった、その人は。何やったっけ。関係性が薄かった。藤井との関係性が薄かった。そうそれだけ。なんかそんな話あったわ。あった。そんなもんあった。まあでもなんかこれってまさにさ、そのロケしてる時のちょっと奥に映っているものみたいな話な部分もあるわけやんか。でもこれがほんまになんか撮ってると必要やなってなったよな。いやそうで、それほんまに必要やなってなった理由は、こうやって必死に海外小物を集めてそれをわーってばらしていたけれども、一つだけウイスキーのやったっけ、白州、そう白州を置いてたのよ。でそれで白州って海外で流行ってるから、白州を置くことが逆に海外っぽいんじゃないっていう、なんか軽い気持ちでその白州を置いてたのを、後々の映画の試写会の時に白州は違ったなってめっちゃ指摘されて、でまあやらかしたなっていうのと、まあ大事な仕事やってたなっていうのをまあ思ったな。確かにね、言われたな。拍手は言われた。拍手って言われるんやって。マジでもう端の端やった。端の端だって上ちゃうかったよ。この上冷蔵庫の上に。そうあれは違ったって言われてね。いやでもまあ他は良かったんやっていう感じだけど。一個だけ指摘していいって言われて。俺の意見やけど。拍手はジャパニーズウイスキーでいいから置いてもいいんちゃう。なんか鍋の記念の拍手ね。そうなんか友達にもらった拍手を一応持ってきて、別にまあ置かんは自由やけどっていう話だけど、なんかまあ海外で今ジャパニーズウイスキー流行ってるからいけるなっていう。そこなんかね緩んじゃった。緩んじゃった。確かにな。まああれ色もちょっと目立ってたから。あれ青いね。緑やった。どっちかというと青に近い緑。確かに色もやいやまあそういうことあるよね。世界観を作るっていうのはものすごく大事ってことだよね。そんなところに目がいってしまうっていう。なんかね、でまあそれで言うとちょっとやりきれんかったところで言うと、その小物がこうあるんやけど、そこのなんか意味付けをもっと小物フォーカスみたいなのができるところはできたらよかったなっていう。演出としての小物みたいな。なるな。これがキーになるみたいな、このものが。そうなんかそういうところのこの結構キーになるアイテムってチラッて映すのよ。なんかこの一回覚えさせといて、これもう一回使う時にこれ絶対手前で取っといたりとかするの、一瞬だけ。
でこのアイテム使ったなみたいなんて思わせるみたいなのがあんねんけどそれはお前カミソリチラッとしたやんけお前カミソリチラッと出てくるいやなんかあれちょっともうそういうシーンみたいな感じだからあれなんかそこのやり込みが結構弱かったなっていう脚本時点でなんかあんまりまあそれはだからどっちかっていうと小物というよりも脚本時点で話やな脚本だからもう後付けやったからな脚本があってその脚本に合わせてとにかく小物集めたっていう順序やったからそこからのこう戻しなかったもんな帽子がねそれをキーにすればいいんじゃないかっていう議論はなかったなまだそれは難しいよなキーにもうめちゃくちゃなんかないわなこの取り方がちょっとまだ甘かってなんかこのほんまに目立たしすぎGPS とかもあれは目立たしあれはだってそういうあれはもうそれで気づきました見てみたいな、でもその前に GPS っていう文字をちゃんと見しとかへんとあかんかったってことかそうねそうだねだからわざとらしいよなあれがあそこで GPS だってなっちゃったなんか初めてあそこへ出てくるからその前にもう一回なんかでちゃんと見といたらよかっただから食ってるシーンでカーターの後ろカットとかがあれやろ後ろカットもしくはそうもはやちゃんとつけるとか2人もついときゃよかったよなとかね GPS 開けてで結構見えててなんかそこの画面占有率が大きいからなんか意味ありげなんかなって思わせるっていうのを事前に入れとかんとあかんかったまあそこが言ったら最終的なメタ推理的なところになってきてそうそうそうよりこう映画が深くなっていくみたいなでしょわざとらしいしな短絡的では単調ではあるな単調やまあだって俺たちがGPS ジャイアントパンケーキショップでいいんじゃねってなってたからそれは短絡的やんそれをだから事前のこのなんか自然にやけどなんかちょっまあと言わんことわかるな画面占有率がでかいみたいなのがめっちゃ大事だよねあれ確かにねだからそのやな GPS のじゃあカップを作っといてじゃあそのカップやったら手前に舐めれたとか例えばでカップ越しにカップでなんか初め焦点当ててその後ろのなんかカーターに後で合うみたいななんかなんでここに焦点当てんのっていう違和感を出しまあもう別にファーストカットそれでもいいわけやからなこう寄ってきて最初のここにあるただ寄ってるだけやもんなまあだからその辺の反省あるな作り込みがねちょっと甘かったなっていう感じですまあそのストーリーというよりかはストーリーを作った上でそれをどう表現するかの部分やなまあそういった意味で小物っていうのはそういった使い方ができたってことやなそうやねだからやっぱもう一戻しが必要やったからいやいやでも小物揃ったんギリギリやからなそっからは無理やったまあ無理やまあ言ったらまあ次の課題やしこれを見ていただいているそこはやっぱその一番でもないけどいっぱい思ういっぱい思うこといっぱいあるやろ思うことあるけどそうやろ結構そこはでかいところやななんか一個だからそのあれかもな構成をバッて作った後に、じゃあこれをどうしたら一番面白くなるかをもう一個挟んだ上でそこの想像力が足りてなかったかなっていう気がそこはだからもう短絡的に GPS やっつって GPS 見せただけやから、の前のなんかそこに繋がるためのなんか観客視点が足りてなかった感じかな、まあ、GPS やじゃなくて GPS を埋め込めばいいやん、じゃあ GPS って話になるためにどうすればいいんやっけパンケーキが GPS って名前でそれを見た時に気づけばいいやん、やったけどそれを気づくっていうことの伏線をもう一個持っとかなかったからな。だから GPS っていうパンケーキショップに行ってるとかなんかもう一個前の手前のところに一番わかりやすいのはそうやんな、そこでも並んでるシーンが、GPS で並んでるシーンがあるとかっていうのはそういうのを入れておけばこれがもしかしたら伏線になるかもという、でもこれってね予算ないよ。まあそうなるよね。まあでも GPS コップはいけたよ。いけたよな。GPS コップはそれはいけたよ。だからでカーターがそのパンケーキを1日10枚食ったからもらえたコップなんだよねとかっていう話も入れるからな。構成のところにまでちょっと戻っちゃうけど、その構成を成り立たす構成は恣意的やん、でそれでキャラクターっていうのはその恣意的じゃなくならない状態にしないといけないっていうのがあって、この2つの行き来しかなかったけど、最後それ見る人っていうもう一個視点を作らんとあかんかったけど、そこはできてない。だから全てのうちそれできてない、できてないというかそれさえすれば面白いストーリーになると思ってたけど、面白いストーリーをそのまま面白いですよって言ってもダメやったってことやな、もう一個引いてその面白いストーリーをさらに面白くするために、あえて違うことを入れるとかあえて関係のあることだけ入れるみたいなことの、もう少し多角的にその戻ったり入れたり戻ったり入れたりをすればさらに面白くなったと思うけど、これは当時の限界やから仕方ない、限界は超えたと思うよ実際。やっぱ、観客視点っていうのは、ね、ちょっと
なかったねやっぱり、なかなか持てへんかったな、だから今やったらやっぱりそれをだから自分のやつをなんか客観的に見れてるわけやから、成り立たすことに必死。まあちょっと成り立たすことに必死やったな。まあそういうことだよね、まあそういう反省、まあこの反省はまあその生かしてくださいよ。生かしてくださいよ。みんなに貸してもらってこれみんなに生かしてもらって、はい。あ、そういう中で小物をいっぱい集めたっていう。もうそんなやつだったらナンバープレートが、GPS 君はもうフルデザインしたし、そう結構フルデザインはね、まずでそれ言うとこだわったんあれじゃん、ギャングーの家とか。ギャングーの家はこだわった。確かにそれも小物か。だからあれとかに関してはもう一旦だから裏側というか制作プロセスを言うと、全部一旦撮影が終わった段階で、ちょっとギャングーのシーンに関しては時間かけてしっかりやろうっていうのがあって、でだから完全に部屋をどういう部屋にするかみたいな構成まで考えて、でそれでそのギャングーの進化を表現しようみたいになってデザインしたっていうのは楽しかったな、あれ部屋作ったから。このちょっと後ろに見えてるだろうこのロボットアームのレーンを使ってこう時間経過をねこのずそれはねーっプロダクションのとこでとみっちりとみっちりとねみっちりとあでまあその時に背景がいろいろ変化してくれるな、そのギャングーがテレビが増えていく。そうテレビが増えていくよくわからない。でもあれ映画らしいよね。まさに映画らしいなんか全く意味がわからない時代感もよくわからないけどブラウン管が増えていく。なぜか増えてってででかつギャングーがよりリッチになっていくのよその配信で成功していくからっていうそれを短時間でそう短時間で表現しきるっていうね。だから結構いろいろやってるんだな長い期間を考えさせつつもそれを短く表現できてるってかなりやっぱこの映画だからいい表現の口してるんですよね。 CM 的なんかな。どう？違う。どうなんやろ違うか間違えたか。2人とも首かしげてるからそうだから分からないだからだから CM 的っていうかそのやっぱタイムラプスよな。そう映画であんなタイムラプスとかってやるっていう。やるな。やるんか。やるよ。映画を見ないまあそうなんやな。ずっと目つむってるからさ、まあねタイムラプスはやるね。じゃあやるけどまあでもあれは結構こだわったよねだからその小物をいろんなところで見たらもうありとあるテムとかアリエクスプレスとかやっぱりそれこそ GPS の作った話はそうだからそれをしたいね、うんそれをすんだけどそのいっぱいもう出たら買ってきたわけやんかでも買ってきたけどそれでもやっぱりここには必要なものって足りないのを結果ハンドメイドした藤井っていうのがやっぱすごいわけやんか、それのやっぱ一番素晴らしいのはやっぱ GPS。いやそうか。日の目を浴びてないけども。GPS の2つ結局日の目浴びたのはあれ結構既存のフォントで急いで作った GPS って文字だけやからな。GPS 君でも GPS って2つ作ってる藤井はいやお前はジャイアントパンケーキを作ってるの。そうあそっちね確かに。映画の中で登場しているジャイアントパンケーキは藤井作やからねあ確かにな。ジャイアントじゃあ GPS 君はちょっとここでお披露目しようよ。これなんかないの今。今まあじゃあ今ここに出す後で編集であそうで編集でもう出そう。後で出したらええんちゃうなんかパッて出えへんやろ多分出るかも。出るんやまあその GPS 君は正直そのなんか実質生まれてもいないと言っても過言ではないけど生まれてない。そう生まれてないけどちょっとアクセサリーで売り出すから。そうねこれでいろんな人に見てもらってそのファンがついてくることで出てきた GPS 君これねね、この下の文字だけが上だって結構だって一回やり直したりしてるから多分。よく見たら足昆虫みたいなよその足が節足昆虫の足をして GPS 埋め込むために GPS 君作ってた。GPS 君ね美味しい何かけてんのこれ。まあ生クリームだろホイップクリームそらそうやろ違うもん。そらそうやろそうなんか大根みたいに生えてるからさ俺。まあね色次第ではこれうんこっぽいっていうのでね結構頑張って書いてうんこって言われてるこれ。まあただまあそこまでなんつうのやっぱり目立たすそうなんやそのいやどうしてもねそこまでね考えれん GPS かった君多分これ足ぐらいしかいやなんか
もっと見えるやろうなと思ったら見えへんねんな。見えへんかった。そうで逆にあれ削りすぎたらちょっとカーター食いすぎ感あるからカーターが食いすぎ感がね。やっぱあんだけでかいと。だってあれあれホットケ40ホットケーキミックス多分だから1個で1枚だからあそうそうそう 200g で1枚とか1枚1枚あ、1枚 200g で。だって普通はさ、でも小麦粉1キロぐらいだ小麦粉1個。そうそうそう。やばいなあれ。あれ小麦粉1キロで作ったってこと？そう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 あれよ。だってフライパン買うのとこの GPS 君のさ段ボール作るのさ、あれもうそれだけ4万以上かかってるから。そうなんよまさすげえ予算かける予まずこの算すごいよ GPS のこれ。段ボールやばいわ。段ボールマジでだってだから30個ロットとかしかじゃないと印刷できんくて、でそれで最小でやるとめっちゃ高くてなんかそうやな。オリジナルの形やからこんなん別にな個人で買わへんからなそうね。なんかピザ箱ピザ箱なんでしかも45センチが入るピザ箱みたいな、超買うわけないもんなそうはい。個人で超特大ピザ買わんもん。フライパンもあれうちの三つ口コンロで真ん中に置いて3つ火つけてだってあのフライパンこうやって持ったもんみんなで。っつって。マジ検証絵とかのレベルじゃなくて検証絵とかレベルじゃなくて腕持ってかれてたもんねもうそのまま。三国無双の巨鳥の使う巨鳥の使うでかいバルのやつだでかいバルのやつみたいなでかさで。俺こいつ巨鳥知らんぞ。巨鳥知らんのかい。巨鳥でかいのよ。間違えんなよ。お前ぐらいの球体こうやって背負ってこうやって出れる相撲さんみたいな。そう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 。で回転してぐるんってぐるんもう三国無双だから5ぐらいとかやってくると無双するとさ転がってくる。転がっていく転がっていく。巨鳥転がっていくタイプ。巨鳥転がっていくって知らん。丸い。巨鳥。俺たちの世代でさ呂布知らんとかおんの？呂布とか巨鳥と呂布か知らん。は分かるで呂布は呂布とあれ呂布わかんないB でうわーっつって衝撃波で全員倒すやつゲームは分かる分からへんね。マジえ？マジ。三国無双やったこと通ってないのないよお前。そうやな。まあそうか。それじゃない三国無双知らん人もいるから。まあそうだね。関飛ば知らんのや。関飛ばしはカームと両方乗ってるからね。そうそうそう。じゃあ次行こう。次行こうか。ちょっと一回俺 GPS 持ってこいかなんかあるかもしれんね。あ GPS のワンチャン。いや GPS はいいよ。だってこれでもう今完全に見せてんねんから。いやどっちかっていうと藤井がそのジャイアントパンケーキを作った時のそのなんか気持ちというか苦心ね。苦心まあだって家でそうよく考えたら 1K の家でさそう服がある中でジャイアントパンケーキ作ってた。まさにそのクソでかいヘドロだらけの服2つとでっかいフライパンとその三つ口コンロで1回プロトタイプ作ってできたわってディスコードで送ってもなんか反応薄いみたいなでかさ分からへんもん。だってそうやね。なんか映画で見ても映画でもなんかパンケーキなんかいややっぱねなんかやっぱこれ分かりづらいのよな。そう映像じゃ伝わらんのよこれ。顔の横に並べてもやっぱりちゃうのよ。なんかこの異質なものってリアルで見る異質なものとやっぱりそういうことだな。映像このディスプレイで見る異質なものってちゃうのよ。だってディスプレイって常に異質なものが映ってるわけやからさ。そうやな。そう別にこの中ででかいかちっちゃいかなんてよう分からへんしなそうだってエイリアンなんか出てきちゃうわけやからさ、まあ映画とかやったらそんなでかいだけじゃそんなにあんまりエイリアンにはドキッとはしひんわけやけどすっごいでかかったからそうで硬かったしパンケーキなんかそうやパンケーキしかもさそれ作っ硬いね。て事前に家でなんか鍋とナショナル行った時や、うんそうよくれて僕がそうそれを持って行ったんよで切ったその8分の1とかをあげたらなんか捨てたよなまずいなと食ったよ最初食ったよ一口な一口食ってこれは食っちゃいけないものやと思って捨てたよやっぱりねパンケーキってそのちっちゃい方が美味しいのよ。まあふわふわしてる。ふわふわしてんねん。だからこれなんかさでかくするためにカッチカチやねんなんか。より硬ければ硬いほどいいからだって硬くないとひっくり返らへんねん。最後なんかフォーク刺さってなかったもんね。なんかだってさあれやダンテがさこれ食いたくないって言ってさ上の生クリームだけ食ってたやん。めっちゃ嫌そうやしかも実際なんか卵の賞味期限やばかった実際やばくてあれだからその家で作ったのはプロトタイプやねそうでそれで前日にスタジオで作るだからここにさここでなんかやってた前の夜に来てんな俺らな。仕事終わりに来てそであれもう1個のさガスコンロしかないからそうもう1枚焼くのに1時間ぐらいかかるなで3枚焼いたから3時間ぐらい3時間ぐらいお前が焼いてる間俺らだってドンキ行ったもんドンキ行ってでなんかこいつ焼いてる時になんか気づいてここにある卵が賞味期限切れてそうスタジオの
僕は賞味期限。そうなんよ。でそれをまあ3枚作る。これもう無理やみたいな、もう時間がない、もう時間がない明日本番やからもう作るしかない。明日本番からっていうか、その次の日は捕まんはずやってん。最初下見とかでいろいろやる日やったから、出て乗り入れの日乗り入れの日やったから大丈夫だけど、向こうで作られへんから、いや無理やだからこっちで作っていかなかっ切らんとなかったね、あれは。た。座ってあれ。だからもうそもそもかなり状態の悪いやつをちょっと申し訳ない。でも食べてないからな。結局食べてない。ちょっといや食べてない。食べてないです。大丈夫？はい。確実に食べてない。だってちょっとだってダンってすごく嫌そうな顔して上だけでいいって言って俺いいよいいよっつって言ったもん俺。食べて食べてない硬かったな。なんか思い入れある小物小物っていうかクリエイティブ作ったもので言うとさ、俺一個ファインプレーしたの覚えててさ、藤井が作ったその電話かかってきた時の画面が電話かけてるやつの画面になってないっていうのを俺一個覚えてるよ。おマジでちょっと僕はもああなんか言ってた。なんかその多分ブライアンそうね作ったにかかってきたやつが最初かけてるやつの側の画面になってて、なるほど。でこのそれやらかしてる。でこれそうちゃうって言ってなんかはーってなって、でもそういうのは発生するよね。そうやな。なんかでも現場で作ってたしな。現場で作ってた。これ足りへんわってなって。そうでこれギャングこれギャングーか。ギャングね。ギャングってちょっと話変わるけど、結構いい名前やなと思ってて、いやこれギャングのこう晒す YouTuber で、そうね。でギャングってジョン・ドゥっていうジョン・ドゥってわかる？ずっと言ってんだお前それ。ジョン・ドゥジョンドゥ。ジョン・ドゥって七種のゴンベイ向こうで言う。だからもう七種さんっていうのはジョン・ドゥか、女性やったらジェーン・ドゥね。のジョン・ドゥのドゥがゴーになってるからギャングっていうちょっとアメリカンなちょっと発想で作れてるからいい名前やなってそう思ってんねんけど、で俺ももう一個ぐらい来るんかなって今思って。いやこれだけ来ないよ。これだけ来ないしこれだけ本当にそう思う。これだけ本当にそう思う。俺もやろ初めて聞いた時から本当にそう思ってる。それだけこれだけやねほんまに。ギャングでこれだけない。俺はもうこれをでもう一回言ったんや今。いや俺4回目ぐらいよこれ。そうなんか毎回これなんかジョン・ドゥ。俺ジョン・ドゥだけ覚えてる。ジョン・ドゥジョン・ドゥ。ジョンドゥ。ジョン・ドゥやからそんなかかってもない。そうやね。そうやね。ちょっといい名前やなとその発想がね。発想がアメリカンやアメリカン発想。アメリカン発想でいけたなってアメリカンそうそれ分からへんかった。分からへん分からへんし。でもちゃんとアメリカンやなってなってまあでもこういったことをいろいろやってきたわけ。こういったことね細かいいろいろね。でこれギャングのとかタイマーねねこれあったこれラビットバンライン。バンライン。バルラインねこれね一応そのラビットの部分がチョキみたいに見えるようにしてんねんよなこれ。一応だそうだこれ一瞬だけあれちゃう。そのなんかさっき言ってた小物でなんとかこうちょっと気づかせようとしているところがああ確かに。一応これだだかからこれもうちょっと映しとかへんとかかってもうちょっといやしかもだから何の意味もないから。何の意味もない。ただチョキなだけ。それはそう僕がキレが甘い僕がだんだん違うでそう最後うん最後チョキで勝ったやん。あそっち側そう最後の手最後の手としてねチョキで勝ったからてかそれで負けたやん。勝ったやろ。ギャングーがチョキで負けたやん。あギャングーがチョキ違うよジャングがこれで負けたってことね確かにそうギャングが負けた。チョキは因縁のチョキそう因縁のチョキやったと今決めました。うん確かに。いやっていうのはじゃあその初めその出てくる時に多分舐めた方がよかったっていうスライダーで下でこう舐めて初めラビットバンラインがこうなんかめっちゃ出てくる中からのギャングがちょっと出てくるみたいなカメラワークにせんとあかんかってだとしてもそのギャングーがチョキで死ぬこと別に示唆する必要ないしな。よく考えていやこれ別に示唆とかじゃなくてなんかっていう謎のつながりを結構ある。まあそういうことだな。だからなんかこれ意味あるんじゃないのでなくてもいいってことだよな。なくてもいいんやけど制作者はそういう意図でやってるんやなっていう。それで言ったらなんか僕そういうのやっぱ好きで、勝手に僕がそういうの勝手にねデュフデュフやってたけどなんかみんな冷たい目で僕を見てたなって。あこれこの辺そうこれパーカンザスとかパーやからパーカンザス
これあれね、車のナンバーね。車のナンバこれは滑ってんの？ー。これ車のナンバーやな。これコーデックスはこれこれ0にコーデックス0と2とGPG 出る前にコーデックス出した。これはだからあれよ、金の車よ。だからあれやろGPG コナーのだからああそういうこと。それじゃない、キャベンディッシュの車やな。キャベンディッシュの車やろ。それはそう。でもなんかね、ここも確か意味あんのよ。チョキーや。チョキーや。ピース長期チョキー。ピースで長期ピースで長期で、これパーやからコーデックスってなんかこれやね。何かがそうやってで、あとジュエルでグーね。ジュエルジュエルグー。ロック下にグーみたいな書いてるもんな。グーストン。グーストンで、あと数字はもう0と2と5こで、れ車のナンバーね。数字は0と2と5でグーチーパーね。ああなるほどね。 0と2と5で、ああなるほど。藤は一人でずっとこれやってた。一人でこれやってる。いやでもこういうの作る時それをしないともうやってられない。やってられないんだよ。もうつまんない仕事ただのだからちょっと遊びがないとね。っていうのを言いたい本人がね。ああその言う誰も気づかへんからああなるほどね。よかったよね。今日だからこれだけ言えてんから。よかったよ。今日言えてんねんから。よかったよかった。リフ伝わったそうね。そういうのやってるあるあるって今もうめっちゃコメントついてる今ああ分かる分かる分かるめっちゃ見られてるやん。ありがてえ。ありがてえ。ありがてえ。大人気ありがたいです。全部藤井からコメントちゃんと返さんとあかんで俺めっちゃついてるから今わかります。そうですよね。わかります。やってましたすごいよ。大人気大人気ですね。じゃあ次次じゃもうそんなもんもうでも結構さこんなもんや。長くなってんじゃない今。結構確か俺のああギャングのね。ギャングのねはい。ああちょうどいい時間になってきてそうるだなってる。うわー行きたかったロケ地。ロケ地行けへんかったこれロケ地はだってここからじゃ無理やろ。ここからだってロケ地はささまざまなコレクションとさまざまな運を活用しとってロケ地と多分スケジュールとかのあれで鍋へんじゃない確かに。ロケ地は俺全然俺はとりあえずAirbnb 見ただけよ。とかロケ地とじゃあ半分のスケジュールまあなんか適当にしゃべりますか。まあとりあえずでもここはこれで締めなあかんけど、やっぱもう衣装小物めちゃ大事。世界観編が終わって世界観編がじゃあもう最後のじゃあ臨戦態勢編やな、もうだか確からに。あとは行くのみぞと。結構残り少ないな。結構残り少ないよ多分多分な。でもじゃあメイクさんどうすんのとかまだ全然話してないからね。臨戦態勢編臨戦態勢の時にだから当日どういう布陣で臨むかみたいなさっきもう前日の話まで言ってるからね言ってる撮影の確かに。まだプロダクション行ってへんけどじゃあそんな感じでまあそんな感じでまあでもね、はい藤井お疲れ様でした。はいよしじゃあ最後お願いします。じゃんけんでほい。あっしゃ。よしいや次はね映画もう小物も終わって、だいぶ世界観決まってきて、じゃああとはもう撮るとどこで撮るかと。どこでどうやって撮るのかっていうのをどこで撮るのかとまあもう時間がだいぶ決まってるもう決まってきます全部決まってるだいぶ決まり始めてきてるからこのどう決めてってんねんみたいなところでも本当にもう言ったら戦前日ぐらいまでいけんじゃない。こっからスタート。のろしはもう上がってるのろし上がってるところまで大政編臨戦態勢編にしよう。いいですかこれで。編編。人はさ、そういう意味だとさ、メイクとか音声とかはさ、もうここに入れるでいいね。入れるよもうだって別に臨戦態勢臨戦はい臨戦編。